経済的に困窮した家族の生活がたった一晩で悪夢に変わる様子を探るサイコホラーゲームやるで。一息でやること教えてくれてありがとう。それじゃ始めます。お、動けるね。何にも見えねえ。買い物カート押してる？カゴダッシュの上位互換やん。レジ行けってこと？よく見えんけどここ外やろ。このガラクタで米一袋分にはなるだろうな。明るくするぞ。ああ、ゴミ集めて売るつもりなんやな。ほ売れるのかね？金属系は売れるけどこの量だとわからんな。カートで集めるなら小さい家電拾った方がええで。詳しいね。まあな。てかこれ本当にゴミしかなくない？ゴミ拾いのバイトなんかな。しゃがめるみたいだ。しゃがまんでええから走ってくれ。走れないしジャンプできないしライトも持ってないよ。身一つなんやな。これ行き先わかんないの不安だな。まともなホラゲーなら明るい方に進めば正解や。人がいないから聞くこともできないしそうする。夜遅すぎるか治安が悪いんかな。帰り道じゃないな。行き先間違えることはなさそうだ。これ持って帰るんか。売るんやと思ってた。帰る道中に買い取り場所あるのかもね。まあこんな夜に空いてるのか疑問やけどな。この建物の脇に書とかがあるんだ。地元の地理を把握してるのすごい。住んでる場所なら割と普通やろ。この町の裏道なら任せな的なこと言えるくらい知ってるかって言われると無理じゃない？まあそれは無理やけどな。この主人公もそこまで知ってるとは言ってないやろ。あ、そうなんだ。効率のいい帰り道くらいはみんな知ってるもんや。家の明かりに色がついてるの苦手なんだけどわかる？わからん。見えりゃええ。妻と息子はもう食べててくれたらいいんだが。一緒に食べた方が良くない？夜遅いなら先に食べててほしいやろ。私は待たせるよ。せめて松川であれ。不穏な音がしたと思ったらろうそく灯らせた音だったんだ。ありがたいな。てか家の電気がオレンジ系なんだと思ってたけど、ろうそくだけで光源を賄ってる。電気高いからな。これといって気になるものはないや。そもそも真ん中に点がないからチェック機能あるのか疑問や。誰？キリスト？困窮してるならまず絵は売るべきや。心にゆとりは必要だよ。死んでから言ってみ。取り付いて言ってあげるね。扉がないからチェック機能本当になさそう。トイレがあるだけいい家やな。扉がないのも匂い漏れの心配はあるけどすぐ入れるからいいね。音が聞こえてきそうで嫌やけどそんなこと気にしてられんしな。やはり扉に判定なし。思ったより部屋数あるな。時間は0時だね。これなら妻と子供には寝ててほしいわな。お帰り行ってほしいけど。一生パートナー作らんでおけ。いびき？腹減ったな。何か食べろってことだね。3人分の食料を賄えてるのか疑問や。なきゃ水飲むでしょ。水で腹を満たすのは1週間くらいで限界来るで。起きてる？ちょっと怖い。舐め回すように見るのやめような。息子も薄目開いてた。遺伝やな。床板が足りない。棚作るために外したんやろ。寒くなりそう。馬の絵が3枚。好きなんかな。ま、物色はもうええやろ。飯食おうや。どこがご飯食べる机なのかわかんない。こういう家はトイレから遠い机で食うんや。よし、今日は3ドル稼げた。これで明日もイワシの缶詰が買える。実動何時間だろう？やめたれ。あいつらイワシが大好きだもんな。缶詰の食べ物が安いイメージないんだけどどうなの？しっかり作るよりは安いんや。うまいし。いやいや、何言ってんだ。そりゃ好きに決まってるさ。それしか食べられないんだから。たまにはサバとか魚でランクアップさせるんやなくて種類ごと変えてくれや。パイナップルとか？牛丼にしてくれ。こんな生活、あいつらにふさわしくないよな。ごめんなジム。ごめんなハニー。愛はあるんだね。愛じゃ腹は膨れん。膨れるとは思うよ。そうかい。ここまでが導入やったんか。タイトルロゴが出るゲーム好き。朝にしては妙に暗いな。自然の明かりだけなんやろ。ジム、おもちゃは後で片付けるのよ。今、朝ごはんを作ってるからね。もうちょっと遊びたいよ、ママ。遊んでないで手伝ったれ。わかったわ。でも終わったらちゃんと来るのよ。優しい。好き。ママ。思ったより困窮してないな。お父さん嘆いてたじゃん。子供が遊べてるならまだまだ平気や。わからない発想だ。
で何するんだろ。寝起きやしトイレ行っとけ。うちの子は好き嫌いがなくて助かるわ。これ操作キャラお母さんになってる。そうなん。お父さんの目線の高さと違う気がする。子供の目線でもないだろうし。それぞれの視点で話を知っていくゲームだぞ。おとん以外の心境もわかりそうやな。食卓に皿を並べよう。ジム来て、ご飯できたわよ。お皿に何も乗ってなくない？大皿で作って取り分ける方式なんやろ。いや大皿なら取り分けんか。他の人のご家庭事情はわかんないや。あ、これは事務支店になったね。ほな朝ごはん行こな。ドラえもんで見たことあるおもちゃ。あれは道具多すぎるから似てないもの探す方がむずいと思うで。これジャンプで見たことあるや。タイトル思い出してくれんと何も言えねえ。片付けは無理みたいだ。ご飯食べてからやろ。そんな話だったっけ？寝てる姿しか見てないけど思ってたより視線が低いや。まあええでしょ。ご飯は？心で楽しめ。まあ朝だしいっか。ごめんねジム、今はこれしかないの。イワシの缶詰だけちゃんと食べるのよ。明日はもっと食べるものを手に入れてくるからね。朝だし缶詰で十分じゃない？大丈夫だよママ、僕イワシ大好きだもん。本音か。子供相手に邪推しないでいいでしょ。すまないジム。お前も母さんもこんな生活をするべきじゃないのに、もっといい暮らしをさせてやりたかった。ジム、食べ終わったらおもちゃを片付けるのよ。その後は少し休もうね。アフターディナーって言ってるけどこれ朝ごはんでいいんだよね。一日の流れを言ってるのかもな。まあ部屋片せってことだけ分かってりゃええでしょ。わかったよママ。夫婦の会話がなかったのが割と限界迎えてる空気してて最悪やったな。ホラーとしては最高や。少しして。片付けたか？なんすか？あ、今食べ終わった感じ？なら今から片付けタイムやな。拾って。どれがおもちゃ箱？あ、これね。んで全部入れりゃええんやな。10秒もかからなかったよ。ここまで簡単やと普段から片しとけって思ってまう。で、少し休むんやったな。お昼寝って言ってたね。言ってたか？書いてはいた。そっか。まあなんでもええからその汚い布団で寝たれ。カビカビはちょっと嫌だね。見えなきゃええんやけどな。見えなくても嫌だよ。裏とか内側はわからんし。裏はわかろうよ。嫌な音。長かったな。目覚めは最悪だね。ママどこにいるの？トイレか？立ち上がれないんだけど金縛られてる？何か見つける系かスケア待ちやん。うっすらしか見えないから怖くないね。ママ、怖いよ。悪い夢を見たの。さっきまでの貧困生活が夢やった可能性あるか？場所変わってないしそれはなさそう。なんすか？確かめに立ち上がれないんか？無理だね。マ呼んでも来てくれないんやな。ならもうふて寝でよくない？喧嘩でもしてるんか？何してるの？怖いよ。ちょっと見てみたいから起き上がってほしい。怖いって言っとるし無理やろな。寝てみよう。目をつぶってたらいつの間にか寝れるかもだしね。音が気になるなら無理そう。やるだけやってみる。ああ。話し声ならまだしもドスドス音は寝るの無理やな。ママ、大丈夫？いいよ、押して起きる。動けなくて少し飽きるくらいに長い時間で油断させたところにスケア来るんちゃうんか。さて、見に行くぞ。いやその音はろうそくに火をつけた音やろ。割とビビったよ。扉じゃなくて布だから普段よりも進むとき少しだけ怖い。ええことや。ここじゃないのか？ならトイレか？ママ、どこ？料理してるわけでもないな。風通しいい家だね。キッチンの窓から家出でもしたか？別に玄関からでいいじゃん。トイレにはいないしついでに用を足すこともできない。あの開かない扉以外に行ける場所もうないで。外かな？ママ。出れないや。寝室に戻ってるとかか？入れ違えるほど死角のある家じゃないけどな。おらんな。まあいいや、歩き続けようっと。ママ、やめてよ。
怖がらせないで。何か起きたか？わかんないけど寝室には何もないからリビング行く。ジム、こっちおいで。もう寝なさい。どこにおるんや？寝ろって言ってるし寝室かな。もしそうなら忍者すぎるで。マットレスしか見えないから確認は無理か。スケアの覚悟はしとるから突っ込んでいけ。ママ、どこに行ってたの？いいから寝なさい、ジム。どこ行ってたかは教えてくれや。むしろこっちがどっか行ってたみたいに思われてる。怖い音が聞こえたの。怖いよ、ママ。気にしないでいいのよ。いいからもう寝ましょうね。こういう時のガキって知りたいこと聞かんと諦めんやろ。もう一度眠る。全然寝つけんやん。寝れないなら添い寝してもらうべきだよね。そうか？ママ、まだ起きてる？起きてたらなんや。よく眠れるお話してもらうとかあるでしょ。そんな話あるか？いくつかあるから今度読んであげるね。いらんで。眠れないよ。寝れないまま朝を迎えそう。おすすめはできんけど、寝れん時にはお腹にダンベル落としてると寝れるで。いきなりやばいライフハック出してくるのやめて。天井のシミでも数えてたら時間経つでしょ。その時間の潰し方もどうなん？ママ、どこ行ったの？電気スイッチをしたみたいなパチって音はしたよ。全く聞こえんかったで。何もしないをしてたから五感が鋭くなっててよかったよ。緩急なんやろうけど待ちが長いで。明滅攻撃かと思った。眠れそうって演出かな。寝れるなら寝ろ。寝れんなら母親探しに行け。また何か聞こえたんか？まあね。なんかおる。あそこおもちゃ箱の位置だからお父さんが買ってきたおもちゃかもよ。食べ物買ってこいや。ママ、怖いよ。驚かせないで。お茶目お母さんかな。狂人お母さんやるこんなん。見つめ合うだけで何もできないんですけど。目をそらしたら進展あったな。消えちゃった。あの明滅が起きたら済むってことやな。時間なのか特定の箇所を見るのが条件なのか。ほい来た。次は上でしょ。当てんな。目線外さんと変化しないんちゃうか？土下座のポーズだから土下座待ちするよ。マジでするんかい。これには私も驚いた。戻ってきたりはしてないか？もう異様になってるし戻ってこんやろ。なんで突然あんな変なことになってるかわかんないから突然元通りになる可能性もあるなーって。音が大きくてビクッとしただけで怖くはないです。割と怖かったで。緩急の感が強かった分びっくりしたわ。ママ、悪夢見た。怖いよ。どうした？経験ですかね。ああ、追撃警戒しとるんか。耳だけ塞いでおくね。ほなあとは任せろ。ママ、起きて。来いや。スケアの同地はほんまにビビるからおすすめや。慣れすぎて一度しかないと物足りないくらいだもんね。ただの悪い夢だった。でもおかんおらんくなっとるな。隣で寝てたところから夢だったのかもね。いついなくなっていつ戻ってきてたのかよくわからんかったしな。やっと立ち上がれたよ。緩急を体験したい人は定価470円やから買うてな。普通にいるじゃん。今何時なんやろ。時計が0時から動かないからわかんないね。ママ、何してるの？僕はすごく怖い夢を見たんだ。五光がさしてはるで。朝に日の光を浴びて体内時計をリセットする的なやつ。光の色的に夕方に見えるで。ガン虫や。神様のお言葉受信中なのかも。それはそれで怖い。ママ、大丈夫？大丈夫よ、ジム。ママはちょっと考え事をしていただけ。心配しないで。風に当たりたいのかもだしね。パパはまだ帰ってきてないの？昨日遅くなるだけって言ってたよね。毎日頑張って働いてるんやで。あれが定食と言えるのか疑問だよ。やめたれ。きっとまたガラクタを拾いに行ってるのよ。最初の時も拾ってたけどあれ売ったわけではなかったりする。いや3ドル手に入れてたから売ったんやろ多分。そっか、わかったよママ。トイレを使う。いいでピー。
最近のホラゲーは排泄音全部聞かせに来るんよな。あかねちゃんくらいしか喜ばないと思うんだけど必要なのかな。人に異常性癖属性つけんな泣かすぞ。異常じゃなくて特殊ね。うるせえ。お、また寝室か。ここに立てば面白いものが見えてたとかでもないよね。普通におるやんけ。ここ座ってもテレビつかないから何も見れんやろ。窓の外を見てたのと同じでぼーっとしたいのかも。そうなんかな。ここに座っても無反応となると打つ手なしか。母親やぞ。だからねえママの騎士を探してくれない？見つからないのよ。ミッションか。わかりやすいやることは助かる。でも割と家の中は歩いてきたけど櫛なんて見てないんだよね。ごちゃごちゃしてる場所、もう一回見ていこうか。目を離すと移動するお母さんだから寝室行くのありだね。はい、イリュージョン。イリュージョンなら目の前で消えてみせろ。ママどこにいるの？トイレやな。それ子供のセリフじゃないの？ワシャがマザーになってたんだぞ。ブルーに問題ないからええわ。違うんか。ついにこの扉の出番かな。ここでもないのか。んじゃまた真実か。いやトイレやんけ。これ音の方向がつかめないけどトイレで合ってる？合ってるか確かめるために行け。うんだ。なわけあるかい。トイレ入ろうとした瞬間にドア開くとびっくりするのはあるわな。夢？気絶でもしたか。ママやめて、お願いだから。何があったん。また動けないや。おかんが敵になってるなら動くのも危ないわ。お、変化の暗転。何が変わったんやろ。夜になったんか。部屋の明るさ的にそうかも。体育座りでこらえるのつらかったやろな。なんか寝室に向かってきてる。不穏や。パパが帰ってきたって意味なのかも。視点が低すぎるやろ。何だったの？パパどこにいるの？お願い帰ってきて。誰か来てるっぽい演出やったし出てってみようや。怖くて動けないみたいだよ。動けんことが多いな。ずっとこの姿勢で待っとるんか。あ、ママが見てる。勢いよく入ってきそうやん。それはもはや面白いね。パパ帰ってきてよ、お願い。よーし、消えてくれたや。出てったか帰宅かどっち？ハニー、ジム、ただいま。もう食べててくれたらいいんだが。よかったな。これでもう立ってええやろ。お父さんは毎日同じこと言ってるの？パパ、助けて。ママがおかしいの。割と家族全員をおかしいと感じてるけどね。やめたれ。てか子供は普通に普通やろ。ジム、どうした？こっちにおいで。何があったか話してくれ。おらんやん。パパもイリュージョンの使い手か？そろそろあの部屋に入れる頃だとは思ってる。パパ、どこにいるの？玄関に判定ないしトイレにはおらんかったで。じゃああの秘密の部屋か？開かんだけで秘密ではない。横綱アピール。ついに開く時が来たんやなって。いや開かんが？開いたが？わからんけど進めたなら OK や。パパ、そこにいるの？なんも見えん。ろうそく持って入ったら見えるっしょ。洗濯物置き場？なんか悪いことしたか。悪いことしたら閉じ込められるの？当たり前やん。パパ、何するの？出して、お願い。小さい頃を思い出すな。全く共感ができないけどまあよし。クモの巣張ってる？よく見えん。ああ、見えたけどクモの巣かって言われても答えに困るなこれ。脱出に使えそうなものないんだけど、また待ち時間。ドアノブでも炙っとけ。なんで？閉じ込めてきたやつが開けるときにダメージ受けるやん。それ助けに来てくれた人が開けるときに怪我させちゃうよね。その発想はなかったわ。ちょっとで十分やからもうええで。ほう。
そうっすか。ビビろうや。もう見慣れたし。あれ、まだ開かぬ。ほな。突拍子もないスケアは嫌いやけど、ちゃんと考えられてるのは好きやで。昨日、お、誰の視点だろ。ママかな。いつまでイワシの缶詰だけで生きていかなきゃいけないのよ。ジェイソン、もうこんな生活うんざりよ。ああ、こりゃあかんわ。本音で対話した後は友情が深まるものだよ。俺だって毎日精一杯頑張って食べ物を用意してるんだよ。でもそれじゃ足りないのよ。私たちの人生は細い糸で吊るされてるみたい。今にも切れそうなね。じゃあどうしろってんだよ。銀行でも遅いってか。俺だってもう疲れたよ。他のお仕事探すのはダメなの。ダメじゃないけど、無理な人もおるんやで。ほ積んでる。この苦しみを終わらせなきゃ。離婚かな。それでなんとかなるならそれもええ。なんとかならないなら。もうお腹を空かせることもなくなるわ。ほな。何しろと。キッチンのナイフを手に取る。いやでも翌日の朝ごはんの時にいたよね。おとんだけ会話してなかったやん。そっか。でもここでお父さん差してもさ、むしろ食べるもの減っちゃわない。収入ストップするしな。でも大丈夫や。なんで。話を進めればわかる。いいキーを押して夫を殺す。やれ。ナムさん。すっごい迫真。何度も刺すね。本気でやろうとしたらこうなるわ。一撃で済むでしょ。慣れてたりするんか。で、これを隠して次の日を迎えればいいんだね。いやでも判定ないな。一人じゃ運べないのかもだし、息子を起こすか。トラウマになるで。だからこそ悪夢いっぱい見たのかもね。いいキーを押して息子を殺す。なんで。現実に希望がないならそうするしかないんや。それはわかる。わかるんか。あれ、じゃあさっきまでの息子視点でのプレイは全部妄想だったってこと。そこまで深く考えなくてもええやろ。感じろ。また向こうで会いましょう。もう飢えることのない世界で。ほな、旅立て。いいキーを押して自分を殺す。せっかくだから光がいっぱい当たる場所がいいよね。どこでもええやろ。最後くらいはこだわるべきだよ。中央に移動させられてる。終わりやな。現実にありえる系の話でよかったで。移動とか待ちの時間を雰囲気いいなーって楽しめる人にはかなりおすすめ。長いなって思っちゃうなら厳しい。ジャンプスケアはあるけど、納得できるタイミングで来るから楽しかったで。短編だからこその良さもあるけど、何日かかけてご家庭事情を詳しく知りたくもなったよ。ほな、なんか疲れたし終わろか。そうだね。明るいゲームで気分上げなきゃ悪夢見ちゃいそうだ。ほな次は話が明るいのやろうな。それじゃ今回はここまで。バイバイ。またな。